エンジンかけますか。さあ、今回も楽しい旅が終わってしまったんですが、2年ぶりの千葉成田の、バイブスキャラバン、バイブスマガジンのイベントと、でいつも通り、千葉といえば僕らはもう万場さん、なんで行くかっていうと、もちろんイベントに誘っていただいて、2年ぶりバイブスキャラバン千葉成田に行きましょうっていうのと、今回、コブーではなくて、僕がやってる、もう一個ね、ユナイテッドブロックカスタムズっていうビレットパーツの、ブランドの方でのコラボレーション第2弾ということで、まさかのマンバーコラボレーションユナイテッドブロックカスタムズのターボチャージャーシステムを開発することになりました。このトライクでもトリプルツリーとかマジックリリースシリンダーとかでコラボレーションしてもらってるマンバさんの元へ2年ぶりに行ってきました。ここ2年経っていろいろ成田君の方も展開が海外の方に向けたりいろいろ多方面にアプローチしてきまして、でいい感じで販路があるんじゃないかなと思ってます。カラーバージョンを展開していろいろ種類作ってますけども、やっぱ微妙にちょっと部品が改良されたりして改善もされてますし、あとなんといってもやっぱりこのオーバーフェンダービス止めのイメージっていうのはやっぱりリバティから来てるやっぱレースシーンにイメージするスポーツ系の部分がもう確立されたなっていう面はありますよね。で、こんなすごいことはないっていう、僕らがそのターボチャージャーのシステムを自分たちのプロダクトとして持てるなんてもう思ってもみなかったんで、それのプロトタイプができたっていうことなんで、それをチェックすることも含めて今回は2日間、いつも通り僕らと愉快な仲間たちで千葉成田まで行ってきましたんで、ターボチャージャーシステム。ハーレー用のターボをですね、万場さんが作ろうと思うんだけど、最初の方に相談もいただいてて、いやー、ターボチャージャーは、僕らもこのトライクワークスにもともとつけるっていう計画があったんで、ぜひ開発しましょうっていうことで、ターボチャージャーシステムを作り始めたんですけど、10年前、20年前は全く思わなかったんだけど、最近ここスポーツ系、パフォーマンス系の方にかなり触れてきたところに ST とか足回りがバッチリの車が展開されて、それにぴったしの部品がターボかなと。もちろんエンジンの中身で整えてフィーリングを出すのは当然ですが、やっぱりターボっていうのはこれからの新しいジャンルってことで飛びつきましたね。ハーレー用のターボって、もともとやっぱりアメリカのブランドが主流で、日本でつけてるショップさんとかもみんなそのメーカーのものだったりするんで、やっぱり、メイドインジャパンのターボチャージャーができるっていうのは本当に嬉しいし、すごいことで。やっぱし、楽しむってことが大前提で、こうじゃなきゃいけないっていうのも確かに大事ですけど、日々変わってますので、世の中。その変化に合わせるっていうのもとても大事なことで、
やっぱりハーレーの今までの固定観念が少しずつ大きくなっていくんじゃないですかね。で、僕らのブランドの商品としても出させてもらえるというのは、本当光栄なことだなと思って、本当に楽しみにして行ってきました。いつも通り、まずマンバさんと落ち合って、土曜日はね、一旦車両を展示して、すぐ千葉成田から九十九里のマンバラボマンバサロンかなマンバ別邸って言われてる古民家の方にまた今回も泊めていただくことになったんで。で行ったら、前回はね SVJ だったかな、ランボルギーニの SVJ に乗らせていただいたりして、今回は、STO に乗り換えられていたランボルギーニと、あともう一台フォーミュラーの車が置いてあったんですよね。2年も来てないうちにさ、なんかフォーミュラーカーが増えてんねん。前全然見えないですね。やっぱりターボイコールそのスポーツ系、レースシーンっていうのが特にイメージが湧きまして、リバティのデザインもそうですけど、やっぱりレースシーンって考えると、このようなフォーミュラカーをはじめ四輪の方も見せずにリンクしてくるんじゃないかなと。まずはビジュアルが合いますよね、方向的に。これちょっとターボチャージャーについて深掘りしていくと、僕らも大好きなんですけど、マンバさんは曲がり川のサーキットでも走ってらっしゃったりするぐらいモータージャンキーというか、もう乗り物が大好きで、そんなハーレーじゃないような話もいつもマンバさんとしてて、車のこととか、それとレースのこととか、で、それにハーレーをね、もうちょっとパフォーマンスをアップしていくようなことだったりとか、マンバのイチローさんはもう根っからのエンジニアなんで、そういったテクノロジーも大好きですし。ターボってのはやっぱしパワーって思うんですが、実はパワーじゃないんですよ。その排気音、ブローフバルブの音がもうたまらなくハーレーチックだなって。で、実際にそんなイチローさんのいろんな知識と経験の中で組み立てたターボをタービンからね作ってるんですよ、オリジナルで。まずターボチャージャーのタービン、空気を入れるコンプレッサー部分の構成で、排気管、排気をタービンで回して、コンプレッサーを回し、その空気をエンジンに入れて、ここは一見エアクリーナーに見えますが、チャンバーのスペースになりますね。チャンバーボックス。裏に、ブローオフバルブ。アクセル戻した時に余圧を逃がすバルブ。アクセル戻すとパシューンというそのバルブですね。やっぱりもうメイドインジャパンでタービンから作ったハーレー用のターボチャージャーは、やっぱりしっかり細部まで考えられてるっていうか。下についてるものは、排気圧が上がりすぎてタービンを回しすぎたらダメなので、回しすぎる前に逃がしてあげるバルブ。これ今は2つついてますけど、バックステップとか前のブレーキとか2パターンあるので用意してるだけで、実際どちらか片方です。と思ったのですが、2つつけてみたらビジュアル的に2つもありかなっていうところもありまして、2つ、後ろの排気管に2つつけちゃう。前、後ろ、1個ずつつけるんじゃなく、後ろに2個つけちゃうなんておバカなスタイルもハーレーならではで
OK なのかなって気がしまして、まあビジュアルが2つのがいいよなって今検討中です。でも、機能としては1つあれば十分です。で、排気ですね。タービンを回した排気管がこちらになります。で、現在、サイレンサーは入ってませんので、直感なんですが、タービンのペラの回ることで、消音されて音が軽減されてます。特に爆音にはならず。こんな感じの、ターボユニットの構成になります。やっぱりそういう、いい意味で乗り物が大好きな、僕らと万場の一郎さんで生み出していくようなそのターボチャージャーは、本当にもうね、こういう風に出来上がるっていう絵はできてるんですけど、やっぱりターボのシステムを万場さんが作って、僕らは、ね、そのエキゾーストの部分とか、一正面をトライクとか ST に合わせて、こうやって作っていこうみたいなところがもうあるんで、そういうのをね、完成させるために、どんどんこういったディスカッションを重ねていけたらいいなと思っているんですけど、で、今回は、僕らのこのトライクにも、そして、工部で作ったキングオブザバーガーズのレプリカのようなシルエットの ST にも、ターボはつけていくんですけど、その2台のターボ車を工部で作るっていうのが、販売するスタートの着地になるんですけど、そのプロトタイプをね、今回見に行ったのも大きい理由の一つで、そのランボルギーニとフォーミュラーカーの話でもう夜もずっといろんな話をそこでしながら、ハーレー話で言うと、やっぱアメリカのこととかアジアのこととか、僕らの携わってる日本のこととか、あとね、2年ランニングしていって、そして今回作ったトライクワークス R、どんな感じですよとか、そんな話をね、ゆっくり久しぶりにお酒を飲みながら楽しい時間を過ごさせてもらいました。乾杯。そういう楽しい夜も過ごした後に、もう一回千葉成田に戻って、万場さんのブースに、このトライクワークス R、ね、新しくちょっと、派手に水色にリニューアルしたんで、皆さんに見てもらおうって形で、正面にいる、警察の方たちのブースも、子供を見守っていこうみたいなブースだったんで、もう絶対、そういう賛同して、そういう運動を広げていきたいなと思ったんでね、ちょっと乗らせてもらったり、警察の方にこっち来てもらったりしたんですけど、バイブスはすっごい、さすが日曜日の関東圏だけあってね、多くの人が来てもらえたんで、相変わらずバイブスマガジンの方々も、皆さんの運営も素晴らしいイベントで、楽しいイベントを過ごさせていただきました。そんな流れでね、イチローさんのランボの STO にも乗せてもらいながら、トライクをいろんな方に、イベントの時はね、いろんな方に乗っていただいたりして体感してもらいながら、いろいろな人とやっぱ出会う
場なんで、本当にいい時間を過ごせたんですけど、なんといっても今回はターボですよ。ターボ。ターボのね、こんなにターボってなると思ってなくて自分が。実際乗ったんですよ。で、乗らせてもらって、プロトタイプのターボがついてる ST を乗って、いや、こんなに滑らかというか、滑らかにさっと走るっていうか、ドッカンなんだけど、なんて滑らかなんだっていう、すっごい気持ちいいターボを作ってもらえたので、なんちゅうんだろうね。開けて、普通にパフォーマンスエンジンとかで、僕も 120R とかのエンジンを乗ってたこともあったり、すごく乱暴なセッティングの、その時はエンジンだったんですけど、やっぱり頑張りすぎるだけにすぐにブローしてしまったりとかもあったんで、やっぱこのターボチャージャーは純正に装着するだけで負荷のかかるところは強化していくだけで、やっぱあんなにスムーズにパワートルクが上がるんだなっていうところはね、なんかね、みんなに体感してほしいなっていうのはめっちゃ思いましたね。だから早くね、つけたいんですよね。早く行けば今年中にはターボ商品が出せると思いますんで、あとはイチローさんに頑張っていただいて、僕らも頑張ってきたそのターボシステムをうまく取り付けるようなプロダクトを作っていきますんで、楽しみにしててください。そうですね。切磋琢磨して競い合って伸ばしていきたいところですね。私もそうですけど、皆さん技術自慢、腕自慢で頑張ってる人たちですから、それに負けず劣らず頑張っていきます。そんな形でね、2年ぶりのバイブスだったんですけど、第1弾のビデオも見ていただいている方多いと思うんですけど、第2弾はね、さらにアップデートするような感じのビデオになって、2日間になったんで、いい記録にもなったんじゃないかなと思うんで、ここから完成までのプロセスをまた見守っていただければなと思います。ではそんな形でターボチャージャーをちょっと楽しみにしててください。これね、ターボチャージャーできた時にまたこいつをどうするかちょっとね、またお知らせします。グーンってなるターボがめちゃくちゃいいから。